と未来の力というポイントを見ました。So we looked at last week and starting verse 27 of chapter 18 of Psalms, God's present and future power for David. And so we're going to look more about power, God's strength, and David's strength too. また今日も続けて神様の力またダビデの力に対しても学び先週も少しその力も見ました。ダビデ超えて、30節。Right place. English too. Okay. 詩編18編30節。神、その道は完全。主の御言葉は純粋。主はすべて彼に身を避ける者の盾。誠に主の他に誰が神であろうか。私たちの神を除いて誰が岩であろうか。この神こそ私に力を帯びさせて私の道を完全にされる。彼は私の足を目近のようにし、私を高いところに立たせてくださると書いてあります。So we read there verse 30 through 33. And so when he begins here looking at God's way is perfect. 神様の道は完璧、完全の道であると。それをダビデが賛美しました。本当にダビデが神様の道に対してよく勉強しました。もうそれを選んでいました。私、その道を歩みます。だからもちろん、多くの聖書の部分なかったんですけど、でもある部分がダビデがすごい大切にして、もう多く読んで学びしていましたから、よくこれ神様の道わかりました。あと、もちろんお祈りを通して、いつも神様の御心を探しましたから、でもダビデがその道を歩むようによく頑張りました。だから今は、やっぱり大体人生の最後のところで神様賛美していましたから、何回もダビデが神様の道を歩みました。それは今過去に見てるから、やっぱりそれは一番いいの道でした。完璧の道でした。もちろんいつも従いできてないんですけど、でも大体は神様の道は素晴らしい、正しいでしたと分かりました。もちろん、御言葉に対しても言いますね。主の御言葉は純粋とダビデ言いましたね。もちろん、ダビデがただ神様の道分かるように御言葉を通して、だからよほども正しい、純粋とも言いました。絶対神様の御言葉はあらゆる試練に耐え、それ主に従い主を喜び求める者たちを決して失望させませんでした。わかりました。
先週、詩編、まだ言ってない。じゃあ、見ましたかどうかわからないんですけど、もう一回、詩編19章7節見てください。詩編19章7節 Psalms 19 verse number 7 also speaks about this. The word of the Lord is tried. God's word has stood all tests. It's never failed those who followed it and called on the Lord. Just as it never failed David. Psalms 19 verse 7. これ19章7節。主の見教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを祝福すると書いてありました。それまた次の詩編ですけど、ダビデがもう何回でも詩編の中に御言葉を賛美しました。またそれは正しい、清いもの。一番大事しているの言葉です。ダビデを持っていました。So David, he over and over throughout the Psalms praises the word of the Lord, talks about how it is tried, how it is pure, how it is faithful, how it is something that he can follow. And David could say this not just because of the fact that it was God's word, but also his own personal experiences had proven God's word to be true. だからダビデはただ御言葉、神様からのものですから完璧であると言えることだけじゃなくて、自分の人生の中にもいろいろ経験を通しても、これ御言葉は本当に完璧、試されていることがあっても正しい言葉と言えました。Okay? じゃあ、それ次の節、31節から36節学びは、もちろん少し読みますけど、ダビデはこれからまた神様の力を賛美している。神様はダビデに力と技を与えます。So David continues praising God here and how God gives David strength and skill, specifically to fight. 特に戦いのためにまた神様の力受けてくださいました。じゃあ31節、聖書を読みます。誠に主の他に誰が神であろうか。すごいですね、これ。この説は、本当にこの人間が考えるは嬉しいです。比べています。この世の神々と、私の知っているの神様に対して。もちろんダビデはダビデの神である。その天地創造の神が唯一の真実の生ける神であることを認識しました。David recognized God of creation, who is David's God. He is the only true living God. They had a lot of nations around Israel, a lot of enemies. ダビデの周りの国が多いで、その国の神々も多いでした。でも、ダビデはよくわかりました。誠の神様だけは。だから他の神様と同じような神はいないです。そういうふうに言いました。主の他に誰が神であろうか。
私たちの神を除いて誰が岩であろうかとも言っていました。だから私の神はすごい岩のようです。力がある。変わらない。誰と喧嘩も戦いできません。強いです。他のは強くないです。Only who is like our rock. Like God is. He's strong, He's great, He's powerful. No one can destroy Him, no one can fight against Him. He is my rock. He's stable because He is God. He's the one true God. And it is that God who gives me strength. And He says it girds me with strength. Verse 32. その神、私に力を与える神です。32節。この神こそ私に力を帯びさせて、私の道を完全にされると言っています。もちろんこれはダビデは自分に与えられる神様の力と、その力を使いこなす、技術を経験的にしていました。だと思います。David knew by experience the strength of God that God had given to him. He also knew the skill, God had given him the skill to use that strength, ability. David's saying, and he does through the next verses here down to verse 30, is it 34? Really down to verse 35. He sings about the way God helped him to fight. これから32節から35節まで、ダビデは神様の助けによって戦えるようなったことを歌いました。賛美しましたね。それ32節も言っていました。その力、神様からいただきました。33節、32節、またその道、この私の道を完全にされる。それ神様の導きですね。主の、それ神様の力ですね。33節、彼は私の足を目近のようにし、直のようなことは、よく走る、その動物は、走るは上手です。私、何回見たことあるから。インディアナ州に結構鹿がいっぱいありました。いろいろ何回も見ていました。よく走れる。それはダビデが同じように神様は私を助けました。歩けるように、走れるようにとか、もう早くできて、また安全な道に歩むできるように助かりました。So I've watched deer run a lot, especially in Indiana. We had a lot of deer, and they run pretty quickly. They're really good at it. They just have tiny little 足はすごい小さいですけど、でもよく飛べられるし、早く走れる。God teaches his hands how to fight. また神様、彼の手も教えてくださいました。戦いのため。34節。戦いのために私の手を鍛え、私の腕を聖堂の弓をも引けるようにされる。と書いてあります。すごいですね、これは。だから私もやりましたね。こうやって。やっぱりお昔のは、もう今いろいろ、なんていう、曲がる
もっと簡単できるのようなカンパウンドボールという英語で言っていますけど、そういうふうに一回思すと、やっぱり最後の頃はちょっと楽になります。一番大変はこうですけど、最後にできてるともっと楽にして、だからそれは続けて持つできますね。だからでも大昔はずっと大変、ずっと持つのは大変。だからこれ、ただ神様は私、そのに力与えました。あと、こうだけじゃなくて、また自分の手もどうやって戦うのか。もうある人がすごい上手できますけど、私あんまり習ってない。もう全然できない。でもダビデがその力も神様助け、剣も使って、いろいろ物も使って、手ででも、彼はよく戦いできました。あと、もうゴルアテが、やっぱり手でやりますね。もう投げる、石を投げること。それは、やっぱりダビデはよく上手でしたね。だから、ここでゴルアテに当たりできていました。もちろん全部それは神様の助けです。神様止めました。もちろん私たちにも、やっぱり多分はっきり同じことじゃないかもしれないですけど、でもいろいろ方法で私たちに力を与えます。私たち主をよく能力があって、それを能力、主のために使えるようにと、いろいろしてくださるだと思います。So, just as God gave strength to David, he gave him all these different abilities so he could use them for God. Even though God might not give us the exact same ability David had, he does give us strength and he gives us abilities in our life to use for his honor and glory. And we need to use those abilities and recognize that our strength is from God. And so as God gave David what he needed, that physical strength, the skill to fight there, God will also give us what we need. We look to him. また、神様がダビデに必要なもの、その体力と、技術を与えたように、神様は私たちにも必要なものを与えてくださるだと思います。また私たち主に向かって私たち主のために生きて、主を求めて神様からその力もいただきます。それじゃあ35節、36節続けます。こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。また力といろいろ助けも、今回も御救いの盾を私にくださいましたと言っていました。やっぱりダビデも最初ゴルアテと戦った時に盾がなかったんですね。やっぱり最初サウルが自分の武具をどうぞダビデ、それが自分もっと戦うように与えましたけど、でもダビデはこれは私できないでもダビデ思いました。主が私の盾です。主が私を助けます。私を守ります。私を勝利を得ます。と分かりました。だからすごい信仰がありますね。私たちも同じ盾がある。主が私たちの盾です。私たちは救いの盾を与えてくださる。
だから信仰は本当に大事です。強いです。So, David, of course, he talks about a shield. The shield of God's salvation was given to him. But at first, remember, Saul wanted to give him a shield. He wanted to give him his armor. You're going to fight Goliath. You need this armor. And David says, no, I can't do that. But he said, the Lord's going to fight for me. The Lord's going to be my shield. The Lord's going to help me win the battle against Goliath. And his faith helped him. We have that same. When we trust Jesus, we believe in God. It is a shield to us. その私たちも神様を信頼すると、それ私たちの盾になります。助けます。守ってくださります。素晴らしいですね。それ考えると。続けて35節。あなたの右の手は私を支え。すごいですね。どうやって私立てるのは神様の手が私たちに支えるからの意味です。神様支えないと私あまり立てできません。という意味もありましたね。So here, David's like, I was able to stand up strong because God's underneath me. He's supporting me, helping me up here. Holding me with his right hand, his strength. So because God's strength was there, I could be strong as well. And he ends this verse 35, 35節最後は、あなたの謙遜は私を大きくされますと書いてあります。これはちょっと面白いです。So the gentleness, your gentleness hath made me great. It's really interesting. David was protected and held up by the strength and skill of God's right hand and made great by the gentleness of God. ダビデは神様の右手の力と技によって守られ、支えられ、神様の優しさによって、謙遜によって偉大にされましたということです。これは謙遜という意味は、10章に入れると、陰銀と優しさ、また謙遜と柔和の意味もあります。So this word here for gentleness, it's the main idea here is condensation. Not the water, but God bringing down. The idea of gentleness here. Humility is also another word that is translated as meekness as well. So what is this gentleness it's speaking of? Two different ways. It was the gentleness that God showed to David that made him strong. その謙遜という意味はちょっと見ると2つの方法があって、最初はそれは神様がダビデに示された謙遜、優しさでしただと思います。2番目の方はダビデが神様から学んだ優しさ、謙遜を他の人にも示したのことです。So, not only was the gentleness that God showed, but it was the gentleness that David learned from God and then showed to others. And this made him great. So we don't often think of something being made great by gentleness. Kind of goes against each other in a little way. 私たちはもう優しさ、謙遜によって誰かが偉大になるとはあまり考えません。でもそう言いました、ダビデが。Greatness is not just having power and strength. もう偉大さとは単に力と強さを持つことではありません。
もうある人はそう考えます。ただ力があるから強い。偉大になる。でも、もちろん神様はすべての力、すべての強さを持っていますでしょう。でも神様はその力と強さを同様に用いるかによって、さらに偉大な方なのだと思います。優しくでやってるから。プライドがなくて、へりくらっていましたから、親切にその力を使いましたから。だから違います。だから偉大です。So God is great. You know, He has all power, but He's even greater because of how He uses that power and strength. He uses it with humility. He uses it gently. He uses it kindly. And so He's so much greater. And that's the same way that David as well. You know, a bully who has a lot of strength, he is not great. He's a bully. もういじめ子は偉くない。もう大きくにならないですね。ただ悪いことです。悪い人です。でもへりくらってやっぱりよく優しい人がそれによって偉大になります。それが偉くになります。神様はその人をよく支えます。と思います。それ、ルカ14章11節御言葉も、それ、イエス様、同じようなことを教えましたね。ルカ14章11節 Luke 14 verse 11 we see Jesus, of course, explaining the same thing, teaching the same thing here. ルカ14章11節なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。それ同じです。ダビデが自分が高くするのようなことをしなかった。へりくらって。神様と同じように人を愛する。人に優しくしましたから、やっぱり神様、ダビデが大きくなるように、偉大になるようにしてくださいました。Don't underestimate the power of gentleness, humility. David received it from God. He responded to God's gentleness, the gentleness of God. ダビデは神様の謙遜、柔和、優しさを受け取り、それに応えました。同じような生活するように。もう何回ダビデの人生の中に神様の技、そういうの技を見えます。最初ダビデが家族の一員として軽蔑されていた時もありました。Remember David, you could see God showing his gentleness and even allowing him to be humbled many times throughout David's life. One was a time when he was just as the despised member of his family. He was ignored. He was neglected. He was told to go tend the sheep. And yet God lifted him up. God helped him, comforted him in those times. And he even chose him to be a king. And he was being faithful to the Lord and gave him victory over the lion and the bear. Because he was serving God. He was faithful. So,
またダビデがその時に主の助けによってライオンと雲を勝利できて、またその時にも兄弟たちがちょっと彼に軽蔑されてるんですけど、でもダビデが神様を選ばれたものになりました。次の王様。サムエルとして油を注げおられた人になりましたね。また、サウルがダビデを妬み、憎み始めた時にも、神様はダビデを慰めました。その時に、やっぱり他に人がダビデを賛美しました。もちろん、主の助けによって多く勝利できていました。でも、人の味方で、やっぱり正しい道を行いましたから、他の人がサウル王じゃなくてダビデをよく褒めました。従っていきました。So David, even though Saul was envying him and hating him during that time, God allowed David, all the people around him, to favor him. He was serving God, being faithful to God, and the people of Israel loved David. They praised him. God was faithful. He showed his gentleness to David. He gave him a friend called Jonathan. またダビデにヨナタン友達を与えてくださいました。それはよく慰めになりましたね。だから何回神様の、すごい働き見ていますね。We could go through all throughout David's life, time and time again, but David learned as well then to repeat that for other people. And even when he was could have killed Saul, he spares his life twice. And in so many other places, he shows God's character, gentleness, even though he could have shown great strength. もう何回でもダビデが力をあって力を見せる可能性あったんですけど、それ選んでなくて神様のように優しく話し、優しく行い、答えをしました。だからサウルを2回殺される可能性ありましたけど、でも殺さなくて優しく話しました。すごいですね、これは。もちろん私たち同じです。本当にクリスチャンがどうやって私偉大になるのは、ただ、じゃあお金持ちになると力になりとか、それによってじゃなくて、へりくだりによって、優しかことによって、人が私たちの生活を見て、本当に素晴らしい証になります。私たちも偉大になります。人の青年、もちろん神様の味方にもそうだと思います。When we, as a Christian, if we want to be great, we become great, it's not just through becoming physically strong, being able to fight or use strong words. It's through humility. It's through gentleness. And people see the kindness that we have, the love that we have. And they will see our testimony and think we are great, and God will lift us up through that, and we'll see as great in God's eyes as well. God allowed David to go through lots of difficulties and trials that humbled him, but it helped him to become a greater person. 神様がいろいろダビデの人生に大変の時もあるように許していましたけど、
それによって、またダビデがもっと強くになって、偉大になるようにしてくださいました。それによってよくダビデが立ちできていて、また安全こともありました。さあ、18編36節。あなたは私を大股で歩かせます。と書いてあります。私のくるぶしはよろけませんでした。と書いてあります。それでダビデ褒めました。私たちも今日同じこと、同じ行いしましょう。神様の性格も私たちの性格にして、もちろん神様は私たちを偉大になるようにしてくださいます。力も与えてくださいます。素晴らしいことだと思います。主を褒めたたえましょう。もちろん私たち神様の関係があると、ある人がやっぱりどうやって楽になるとか、偉大になるとか、やっぱり仕事を通して、お金を通して、また、もう今、大統領の選ぶことですから、じゃあ、大統領になると、私、偉大になると、それじゃなくて、私たち、やっぱり、へりくだって神様を信じると、私たち神様の子供になります。だから、王の子です。神の子になり、すごい偉いですね。神様、私たち選ばれる。人間よりもすごいですね。偉大になることです。They want to become great by seeking man's approval through getting a great job or becoming rich. And yet, God says, those who choose trust in God, they become God's child. You're greater than the son of a king because you're the son of the King of Kings. And you're greater than anyone who could be chosen by electorate, even President of the United States, because we're chosen by God. We have more riches than any person because we have the riches of heaven. We're great in God's eyes when we humble ourselves. じゃあそこまでですね、今日の学び。よくそのことを考えて慰めになるように祈ります。愛する天のお父様、本当に今日少しダビデの、賛美のことを学びできて感謝しています。本当にこのことをすぐ忘れないように私たち本当に神様から力、神様は私たちの果てです。いろいろ私たち生活に神様の完全の道を歩みできますように助けてください。それによって私たちまたへりくだって神様と同じようにして神様は私たちを話題にしてくださいますから本当に主を褒めたたえます。これからも私たち力あるの神様に祈りますからその祈り時間よく私たちの話を聞いて答えてください。主イエス様のお名によって祈ります。アーメン。